こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は同時進行させなきゃいけないタスクが頭の中でこんがらがってたのを整理できた手帳の管理方法を紹介していきます。実際に使っているものの紹介とか手帳の使い方の紹介の前にどうしてこの手帳管理方法にしたのかっていうのを紹介していければなと思います。まず最初に会社員時代は会社指定のタスク管理ツールっていうのでメンバーとやり取りをすることが多かったんですけども、去年の末ぐらいから会社員を辞めて一人で働くようになってから特に固定のタスク管理ツールっていうのは使わずにメールでのやり取りを頭の中に覚えておいたりとか、アイデアノートにちょっと端書きしといたりっていう感じで管理をしていました。で徐々にやり取りする方が多くなってくると、あの人はメールだっけな、メッセンジャーアプリだっけな、どんなこと言ってたっけなみたいなのがあちこちを見ないと分かんなくなっちゃって、この動画のように資料を探したりとかメモ帳を探したりとか、あとパソコンの中のフォルダを探したりとかっていうので結構時間が食っちゃって、あんまり効率よくないなと思って課題として捉え始めました。なので、どうにかタスク管理方法、今の私に合ったタスク管理を考えなきゃいけないなっていうのがスタートです。でそんな時に使っていないシステム手帳が余っていたので、せっかくならこれ使おうかなと思って手帳で管理し始めたらかなり良かったので、ぜひ皆さんに紹介したいなと思ってこの動画を作ることにしました。この手帳にある程度のことを書いておけば、作業するときはこの手帳を基本見れば必要な情報は全てまとまっているという状況にしています。このパソコンの右下の方に置いてある手帳ですね。あまりにも自分の中ではフィットしたので、この方法は普通にタスク管理ツールを使ってても自分のために今後続けていきたいなと思う管理方法だったので、同時にいろんなタスクを並行してやらなきゃいけないっていう方によかったら参考になればいいなと思っています。では次に使っている文房具の紹介をしていきます。まず使っている手帳はプロッターというところのもので、革でできてます。ちょっといいお値段した記憶があります。お気に入りのポイントはこちらのリング径が小さくて、このリングですね。なので全然かさばらないんですよ。持ち歩いてもこんなに薄い。そこがお気に入りのポイントです。で筆箱はこちらの緑のブックバンドペンケースというものを使っています。ここがゴムになっているので、A5 サイズから B6 サイズまでの手帳の表紙にこんな感じで引っ掛けて一緒に持ち歩くことができるペンケースです。当店でも取り扱っているので、ぜひ気になる方はオンラインショップとか実店舗とかぜひチェックしてみてください。使っているボールペンはポイントというところのロングスリムボールペンです。ツイスト式で本体をひねると芯が出てきます。書き心地は、ザ油性ボールペンっていう感じで、ちょっと書き出しがダマになっちゃったりかすれたりとかします。なので特段書き心地がいいという感じではないです。ただ持ち手の部分とかもスリムなので、自分が書いてる文字がペン本体のボディとかに邪魔されることなく書いてて見やすいです。本体のシンプルなデザインとかカラーがこのセピア色のペンケースとか革のカバーと相性がいいなと思ってます。シャーペンはハイタイドのペンコバレットペンシルライトです。芯は 0.5mm に対応しています。本体自体はすごくちっちゃいコンパクトなんですけど、筆記時はキャップの部分が逆側につけると持ち手の部分が伸びるので全然書きやすいです。キャップをつけたまんまでもノックすることができて、利便性にも優れています。お気に入りのポイントはこのクリアなブラウンがいいなと思って一目惚れで買いました。これもセピア色のペンケースと相性がいいです。次はマーカーですね。マイルドライナーというものを使っています。ペン先の太さが2種類入っています。細いタイプのハイライターって珍しいですよね。マイルドライナーはすごいバズってる商品だと思うので、皆さん知ってると思いますが、色がチカチカしなくてお気に入りです。でもう一個、グレーのマーカーとあとグレーの水性ペンが一緒になった
ものを使ってます。このグレーの色味がね結構好きで、細いペンもあるのでグレーの文字書きたい時にも便利です。ペンを持ち帰ることなくペン自体をくるっとね回すだけでハイライトとか細いペンっていうのが使えるのが時短になって便利です。サンスター文具から出てる2ニップルというペンでした。で次がトゥードゥ付箋ですね。トゥードゥがたくさんかけてシンプルで、ついでに筆箱に入るものがないかなと探してた時に出会いました。ただ私が使ってるのはロフト限定のもので、同じ多分ね製造元さんからオリジナル商品出てたので、この白い方は、当店でも取り扱いがあるのでぜひショップをチェックしてみてください。ファブコーポさんのものです。こんな感じで幅広の定規ぐらいのサイズなので、ペンケースの中にねギュギュッと押し込むことができます。で付箋もう一つ、こちらポストイットの見出し付箋も使ってます。ページ数がね多くなってくるとどこに何書いたか分かんないので、色別にある程度カテゴライズして見出しを作っています。では実際にどうやって使っていくかを紹介していきます。まずプロジェクトとかイベントとか案件企画とか結構大きい単位で紙を1枚新しく使います。今、動画だとイベントなのでイベント名を最初に書いて、その後にイベントの日時とか会場とか、あと主催者の会社様のお名前だったり担当者のお名前を書きます。やり取りがねちょこちょこ発生するような、例えば案件とかだったら何のツールでやり取りをしてるのか、 LINE なのか、メッセンジャーアプリなのかメールなのかっていうのを書きます。そしてその下に大雑把なスケジュール、例えばいついつまでに納品 しなきゃいけないよとか、いついつまでに一度確認をしてほしいとか、そういうざっくり決まったスケジュールを書いていきます。後からね書き出したりとかもするんですけど、とりあえずスタートするときに、いつのイベントに向けてやるんで、いついつ頃までにはこういう状態になってなきゃいけませんよねっていうのがある方分かっている場合は、この時点でバーっと書き出していくことになります。これで企画とか案件とかプロジェクトの概要が全部ここに書き出されるので、あちこちからねスケジュールを確認して、いつだったっけとか、担当者さん誰だっけとか、いつのイベントなんだっけとかっていうのはここ1枚でパッと見てわかるようになります。ちょっと日時の部分で書き間違えて紙が継ぎはぎしてあるんですけど、気にしないでください。こちらが当店のオリジナル下敷きを作る時に作ったシートです。まだね納品されてないんですけど、担当者さんの名前とかスケジュール感とかが書き込んであります。実際にこの企画をやるとき以外にも、今後似たようなことをやるときにどんなスケジュール感でどんなステップを踏んでやったのかなっていう知見がここにたまるので、すごくいいなと思って今後も続けようと思っています。スケジュールは最初の時点じゃね全然わかんないので、後から修正とか加筆を加えています。プロジェクトや企画の概要が書けたら、次は見出しを作っていきます。こちらポストイットのやつなんですけど、すごい厚口で丈夫で、油性ボールペンであれば書き込むことができます。だいたい色で、例えば個人の、オリジナルグッズの企画だったりとか、企業様からの案件だったりとか、他の文房具の監修とか、ざっくり色分けをして見出しを作っています。それができたら裏返して、で、端っこにね線を入れて使っています。元からね入っているテンプレートのノートとかもたくさんあるので、本来はねそういうの使いたいんですけど、私が使ってるプロッターというところから出てる中身のリフィルっていうのは多分ないんじゃないかなと思って、自力で線を引いてます。でこの線のおかげで見出しとか、あといつ書いたかっていうのが見やすくて、これがまだ線を引く前の時の疑似メモとかなんですけど、一応ねグレーのハイライターとかで大事なところを目立たせたりとか吹き出しとか作ってはいるんですけど、どこに何書いてあるのかっていうのはちょっとパッと見分かりづらいなと思って、でこれが線を入れた後ですね。モザイクかかってるけどなんとなくど
どこに何の情報があるのかっていうのが探しやすそうっていうのが伝わるかなと思います。では実際に書き込んでいきます。今回はイベント出店なので、イベント出店のために必要な、オリジナルアイテムの手配だったりとか、あと他にね、梱包資材はどうするのかとか、いろいろ自分の中で決めなきゃいけないことっていうのがあるので、それを書き出していきます。もちろん慣れてたらデジタルでやる場合もあるんですけど、イベント出店がね、当店実は初めてで、何をどうしたらいいのかっていうのはちょっとまだ何も分かってない状況なので、手書きの方がなんか書いてるうちにひらめいたことをどんどん膨らませれる気がするので、なんか抜け漏れがないかなと思って手書きで書いてます。多分あと 2,3 回繰り返したらチェックリストみたいなのを作ってデジタルで管理し出すようになるかなとは思うんですけど、それまではね、どんなオリジナルグッズをいつまでに発注してどれぐらい持っていこうとか、棚はどうやって作ろうかなとか、お会計の、決済手段どうするんだっけとか、お手伝い来てくれる方いたっけなとか、そういうのをね一生懸命書いていきます。特に私の場合は同時進行しているタスクが意外に相関性があったりとかするので、今みたいに他のプロジェクトの進捗見ながら、そうだここだったら、日程が空いてるなとか、オリジナル商品そういえばイベントまでに来るから一緒に予定に組み込んじゃえとかっていうのがあちこちね行かなくても、この手帳を持っておけば全てそこに今の進捗状況が書いてあって参照できるので、そういう気軽にね他のタスクとの照合調整ができます。今はこうやって頭の中にあるやつを書き出してるんで、スラスラーっと、ある程度人が読める字で書いてるんですけど、議事録他の方と打ち合わせをしながら、大事そうなことをメモるっていう時はもうほんと自分にしか読めない文字だし、なんかポイントをちゃんと押さえられてる気もあまりしなくて、これ書いてなくて困ったなっていうことはないので、一応足りてはいるんだと思うんですけど、まだ自分の中でもなんか疑似メモを取るぞってなるとたまにね緊張したりとかします。皆さんはね、疑似メモなんかもう取るポイントとか決めてますか？なんかこういう基準で取ってるよとか、こういう考え方がありますよっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてください。一応自分の中で絶対書くように注意してるのは、例えば2択とかでこれどうですかこれどうですかって並んで何か議論をしてどっちかに決めた時の理由とかはなるべくね書くようにしてます。しばらくしてなんでこっち選んだんだっけみたいな話を巻き戻っちゃうことっていうのが今まで会社員社会人経験上多かったので、決断をした時はなるべく理由は書くようにしてます。当たり前なのかもしれないんですけど、やっと私はここ数年で気がつきました。はい、こんな感じで現時点で分かってることとか考えつくことは書き出せました。足りなければどんどんリフィルを追加して枚数をね増やしていって書いています。そして次は ToDo の管理ですね。プロジェクトで ToDo が発生したりとか考えてると後でこれ調べておかなきゃとかこれやっておかなきゃっていうのは必ず出てくると思うので、それはこの付箋に書いています。でこの付箋を選んだ理由は先ほどお伝えしたようにねたくさん書けるっていうのでいちいちね張り替えが発生しなくていいなって思ってるのと、ちょっと本来の使い方とは違うかもしれませんが、こんな感じで上をねちょこっと折ってでね貼り付けます。これがねちょっと少しめんどくさいというか、曲がってますね。なんかA 型であれば A 型であるほどしんどい。うまく貼れましたね。はい、手間取りましたが、こんな感じで折り込めば見出しとして、ここに ToDo があるよっていうのがすごく分かりやすくなります。であとは最初の書き出した時とか、あとミーティングのたびにねちょこちょこ出てくるタスクっていうのがここに書き溜めていきます。15個書けるので意外と1枚とかで全部のプロジェクトが
終わることも多いかなと思います。稀にね 2,3 枚使わなきゃいけないぐらい ToDo が発生することももちろんあります。手帳に戻すとこんな感じです。上からね、ここは ToDo があるんだなっていうのがよくわかりますね。全部終わったら剥がして捨てれば悪目立ちはしないので、必要な時だけ目立たせることができます。で、作ったシートはプロジェクトが終わるまではこの手帳で持ち歩くんですが、終わった後は手帳から外して保管をしていきます。で、保管は保管用のファイルを使っています。ここにもう使い終わったプロジェクトとかのシートを貯めていってます。なので次ね、似たようなオリジナルグッズを作りたいとか、同じ会社さんから案件をいただいて前回と同じように進めたいですよって言われたら、ここを確認して、この流れでこういうことをやってたんだなっていうのをいつでもチェックできるようにしてます。なんかね、貯めていくのが宝物が溜まってる感じがして、個人的にはテンションが上がります。たくさんね溜まったってことは、多分私が頑張った証拠なのかなと思って、アナログの良さを実感してます。で、もう一つはこちらにリフィルをね入れて保管してます。ちょっと私が無理やりこの前ポケットにねたくさん物を詰め込んで破っちゃったので養生テープしてあるんですけど、プロッターの方眼用紙の、ね、リフィルをここに入れて持ち出す時でもこのリフィルがよれないようにしています。で、リフィルの他にも一緒に持ち歩いてるものっていうか保管してるものかながあって、まずはちょっと前まで使ってた ToDo 用紙ですね。これ使ってたんですけど、もっとたくさん書き込みたくて、変えました。で、あとはマンスリー用のシール、マンスリーのフォーマット持ってないので、必要であればこのシールを貼って作ってます。で、他は修正テープとか、ここにもグレーのハイライター、あとスマホとかパソコンに貼ってるカレンダーシールとかもよく一緒に使うものなので、ここに入れて保管をしています。最後までご覧いただきありがとうございます。タスク管理の方法に悩んでいる方がいらっしゃったら、余ってるノートとかでぜひ試してみてください。参考になれば幸いです。またね。